はい、皆さんこんにちは。侵略者を感知しました。基本的に小惑星や彗星が太陽系外からやってくることはありません。僕たちは仲良く太陽系の周りをランデブーしているんですけど、2017年に観測史上初の侵略者が来ました。オウムアムア。よく聞きますよね。なんと観測史上初、僕たちのこの太陽系外から爆速で侵入してきたんです。ってことで何者なのかが気になる。基本的に小惑星的な石か、あるいは氷と塵でできた彗星のどちらかになります。ただ、ここですぐに彗星の可能性が排除されたんです。なぜかというと、彗星だったら太陽に近づいたらその氷が溶けて飛行機雲のようなね、ガスを放出するので確認しやすいんですね。そのため太陽に近づいたらその溶けた側面がガス化して、いわゆるロケットの噴出のように彗星は加速するんです。オウムアムアも確かにね、太陽に近づいたら加速したんですけど、そのガスは見られていないんです。ってことはおそらく小惑星になる。しかしそれだったらなぜ太陽の近くで加速をしたのか。基本的に太陽系の周りを公転している惑星や小惑星たちは秒速15から30キロぐらいで動いています。これはお互いの重力で引っ張り合っているので、この太陽系から脱出することはできないんですけど、そんな中、オウムアムアは秒速 87.3 キロ、高校の陸上でワイワイやったら急に知らない国からボルトみたいな爆速のやつが現れたって感じなんですよ。なので、この仲良くしてる太陽系たちの中をでもう無神経にも突っ走っていったんですね。しかもおそらく彗星じゃないのに太陽に近づいた時、太陽の重力に引っ張られて加速はするんですけど、その重力効果以上に謎の加速を見せたんです。しかも地球に目撃されたいのがこのような軌道を描いたんです。いや、なぜ加速したのかわかんないんだよね。その内部構造に何か隠し持ってるんじゃないかと言われています。また小惑星だったら石なので、特にね、太陽の光をあまり反射しないんですよ。ただ、オウムアムはめちゃくちゃ明るかったんです。ピカピカしてたんです。なので反射していたんですね。ってことは、石でできていない。ただこれ以上本当にわからないままオウムアムアはね、太陽系を出てどっか行ってしまったんです。ただ2019年に2度目の侵略者ボリソフが現れました。ただボリソフは明らかに彗星の特性をしているので、観測史上2度目の侵略者だけど、そこまで驚きじゃなかった。そしてね、今年7月3度目の侵略者を感知、サンアイアトラス。この子はね、20キロぐらいあるのでバカでかいし、速度も秒速70キロぐらいで爆速なんですけど、ただこのサンアイアトラスもどうやら彗星なんです。ガスの痕跡が見られるので、もちろん観測史上3度目ってすごいワクワクするじゃん。どっから来たかもわかんないんだよから。ただ彗星かみたいな、その何かはわかるってなると、お前マジで何なの？もう太陽系にはいないから研究できないんだけど、やっぱ宇宙人？はい、皆さん、みんながどれぐらいこの宇宙人とか UFO を信じてるかわかんないですよ。確かにね、そのアブダクトされたとか UFO を見た、宇宙人を見たっていう人はたくさんいますけど、大体頭おかしい人なんじゃないのってね、証明もできないし、写真にも撮れてないし、そう思っちゃうでしょ、みんなもう。ただ、もしね、宇宙人と遭遇して、その時の記憶、体験が今でもトラウマに残っている人がいたとしたら、皆さんはその人物を疑うことはできますか？余裕でできるか。今からちょうど50年前の1975年、山梨県甲府市で小学2年生の少年2人が UFO を目撃し、宇宙人に肩を叩かれる事件が発生しました。50年経った今、宇宙人と遭遇した男性が当時の様子を語ってくれたんです。それだけでなく、彼らから授かったメッセージも。1975年2月23日、山梨県甲府市で山畑さんはいとこの K 君のお家でお泊まりをしていました。時刻は夕方、住宅近くでローラースケートをしていると、空の方からオレンジ色に輝く2つの物体が飛んでいるのに気づくんです。当時、小学校2年生で1975年2月23日2月23日冬ですよね。冬です、はい、時間で言ったら、5時半6時ぐらい、今でいう浄化槽、ちょっと盛り上がった浄化槽が、そこがローラースケート滑るんですよ。そこに遊びに行って、でそこで遊んでる時に、もうそろそろ戻ろうって言った時に、ちょうどその現場から東の空の方にオレンジ色の光が2個出たんです。一つは北西の方にポンと飛んでって、でもう一つは我々の方に来るんですよ。どれぐらいの距離ですか？結構離れてます。だいぶ近かったです。もう UFO って分かるぐらいですから、下から見て。すると謎の物体の下の部分から黒い筒のようなものが伸びてきて、カチカチっていう音を立てるので、銃か何かで狙われるかと思った2人は K 君の家に逃げることにするんですね。ただ謎の物体が追いかけてくるので、福王寺の墓地に一旦避難することに。しばらくすると UFO かと思われた謎の物体は2機とも北のブドウ畑の方に去っていったんです。ほっとした2人は K 君の家に帰ることにするんですけど、帰宅途中60メートルほど先にあるブドウ畑の中が炎
炎のようなオレンジ色の光を放っていたんです。まさか。火事だと思った2人は急いで近づいてみると、ただおかしな現象が起きるんです。ブドウ畑に近づくにつれ、先ほどオレンジ色に輝く炎のような光は近づくと消えていたんです。そしてそこにいたのは先ほどの謎の物体 UFO。ここまで来るとさすがにこの好奇心が湧いてきちゃって、その物体のね様子を見ることにするんです。ちょうど真正面ですね、見えるところにもうオレンジ色のブドウ畑が燃えてるようにボワーってオレンジ色の光。オレンジ色の光で2人で火事じゃないのあれ何で、だんだん近づいてくるにつれて、これが不思議なことでオレンジ色で光ってるんですよ、はい、でも近づいていくにつれてやっぱりシルバーなんですよ。大きさどれぐらいなんですか？その時の感覚で5メートルぐらいあったのかな。まあちょっと大きめのね。大きいです。 UFO の機体はこのようでした。謎の鉄板はドーム状で、そこには見たことのない不思議な文字が横書きで書かれていました。ドームの部分が回転していましたが、途中でその回転が止まり静止。キョロキョロと UFO を伺う2人。すると K 君がバタンと扉が開いて階段が降りてくるのを目にします。しかもそこから身長130センチぐらいの何者かが階段から降りてくるんです。ちょうどその頃、反対側にいた山畑さんに事件が。 UFO の機体を近くで見ていると、なんと何者かに肩を叩かれたんです。そして振り返ってみると、そこには宇宙人の姿が。で自分はもう人間体制でいた時にいとこに脅かされたと思ったやつ、はい、だからこっちの肩をポンポンって叩けて、で行くよと思ってわってよせよって人を脅かすのと思いながら後ろ振り向いたら、そこに宇宙人が怖くないですか？いや怖かったですよ。ちょっと身長が高いぐらいで、人間的なフォルムはしてるけど、手があって足があって頭があって耳もあって、はいはい、耳もあって、でも顔はないんですよ。顔はないってどういうことですか？目と鼻ってことですか？鼻もなかったよね。口はありましたよ。あ、口はあるんですか？はい。牙っていうのかね、なんかものが見えました。でも皮膚とかどんな皮膚はですね、色とか具体的に言うと ET ってあるじゃないですか。 ET のフォルム、顔、あの感じ、シワ感、ちょっとブヨブヨしてるような、そうでシワシワじゃないですか。あれっすか？あんなような感じです。見て静止しましたよ。僕はギャーとかじゃないですよ。もう動けないんですよ。そしたら宇宙人反応どうする？宇宙人そのまんま。怖いですね。でもじーっと僕見てるわけじゃないです。見てわっとなってぐぬぬってなって、今度こっちを見たらもう一人の K 君がいて。K 君がいて。K 君どういう表情で？ K 君もう自分がもう連れてかれると思って僕の手を引っ張って、近づいてきたんですか？近づいて逃げるぞって。めちゃくちゃリアルじゃないですか。しかもね、その山畑さんははっきりとその宇宙人の顔を今でも覚えてて脳裏に焼き付いてるんですね。なのでその山畑さんを僕と対談してる間もそのことを思い出すと、本当にこの手を見てみるとね、鳥肌が立っているんです。僕とか宇宙人見たことないからやってみたいなってのんきに言ってるんですけど、実際にその宇宙人を見てしまった山畑さんはもうただの恐怖体験なんですよ。もう会いたくないみたいな感じで、なんと K 君の助けによりその場を後にした2人は逃げている途中、 UFO 内部に同じような宇宙人と操縦桿のような内部構造を目にしているんです。無事家に帰ることができた2人は両親に言うんですよ。やばいもん見たって UFO って。ただね、もちろんね、その小学生ですよ。はい何言ってるんですかって両親からしたら。ただあまりにも真剣に慌ててる様子なので、さすがにちょっと見に行ってくるかみたいな。お母さんたちはとりあえず現場まで行くことに、 K 君、山畑君、そして2人の両親、そして山畑さんのお兄さんの5人で見に行くことに。行ってみると、そこにはやはりオレンジ色に光る物体が。様子を見に行こうとする母親を必死に止める2人。お母さんたちが殺されると思ったそうなんです。そして確かに両親もやばいものを見てしまったので、もうお父さんを呼んでこようということになるんですね。でなので K 君のお母さんがお父さんをね呼びに行くんですけれど、その途中K 君のお父さんが来た時に消えちゃったって感じかな。それまでは見えたんですか？ずっといます。だから見守ってましたよ。もちろん目の前で消えたんですか？ガーッと光ってる、オレンジ色に光ってて、それが火が強くなると白っぽくなってくるんですよ。ぐわーっとものすごい光なんですよ。やば、ガーッとなってる時にやつが帰ってきたんですよ。帰ってきて同じ色してるんですよ。光と入ってったと思ったら一緒にスーッと消えてる。消え方までこれロマンだよね。宇宙人が光に入っていく瞬間に全てが消える感じ。なんか影でしょうね。影みたいな、光の中に何かしらいる影が見えて、その光の中に入っていく瞬間に
いやー、見てー。スピルバーグの映画でしか見ることができねえよ、俺。翌日24日、クラスの学級会でそのことを話すともちろん学校は大騒ぎですよ。校長先生があまりにも騒ぎになってるから山梨新聞に連絡して現場検証することに。UFO があったとされる場所はブドウ畑の中だったんですけど、一本柱がコンクリート製のね、柱が折れていたんです。そして網状の柱が広がっていました。それだけ。普通じゃありえないです。鉄製のブドウ畑が破壊されるはずの大きさの UFO なんですけど、なんとね、すっぽりその空間に現れた以外考えられないんですね。普通だったらこの鉄製のね、なんかブドウ畑があるのに、そこにさ、ガーンって入ったらもう全部破壊されるじゃん。なのでなんか、プンって中にいたような、急に現れたような感じ。ただね、その後発覚したのが、その UFO、宇宙人を目撃していたのは彼らだけじゃなかったんです。山形さんの同級生の M 君、彼は車内から上空に発光体を目撃。そして S 住職が青白いジグザグ動く発光体を上空に確認。そして一番衝撃的だったのが保健外交員の S さん。中勤先に車で向かっていると打ち上げ花火のような音が数発して気づくと細い道路に130センチぐらいの子供が2人立っていました。どかないので避けて通ろうとゆっくり徐行するとなんと子供だと思っていた2人はこれまたくしゃくしゃした顔をしてね、手元もシワだらけの山形さんが目撃したかと思われる宇宙人だったんです。するとその宇宙人がフロントガラスに手をつけて顔を S さんに寄せてきたんです。山畑さんとの違いは目を大きく開けた状態でこの描写だ、聞いただけでも結構恐怖体験だよね。その辺の幽霊体験よりも全然怖いよ。しかもこの事件何が終わらないって山畑さん小学2年生でこれを体験してから今でもそっからずーっとね UFO を目撃することになるんです。山畑さんの話は、はい、ここで終わらないのが、はい、他の UFO 話とは違うような、はい、まだ続いてるんですよね。50年間続いてますね。もう頻繁に UFO に会うようになったんですよ。もう余裕で何千回ですよね、はい、もう1ヶ月で下手したら1日にって感じですよね。不思議なのが UFO が近くにいると現れそうだったらああ今日来るよみたいな感じでもうなんか感じるそうなんですよ。何それ今日現れそうっすよとか、うん、それどういう感覚なんですか？僕たちで言うなんか玄関例えば出るじゃん。玄関出て外に出るじゃないですか。出た瞬間にまず見上げるんですよ。見上げるってことはいるっていう合図で変な音がするんですよ。もうビーン。それ山田さんだけですよね、おそらく。初めはみんな聞こえるでしょうと思ったんですよ。でもみんな全然気がつかないようなすごい甲高いようなギーンってここからここに来るんですよ。それが聞こえたら今じゃあ来てるなと。今でもあるんですかそれ？で普通に家でテレビ見ててもあります。なぜ山畑さんは小学2年生から今までもずっとこの何者かに監視され続けているのか、本人はね本当にそれを不思議に思ってて、これはあくまで山畑さんの解釈なんですけど、彼が感じたのは例えばこの50年間の間に、今でもそうですけど UFO とか宇宙人とかっていうのが僕の目の前に現れて見ているとか、そういった部分の気づきじゃないけど、ブドウ畑に着陸したっていうのも大体こう土を求めてるんですよ。宇宙人はその宇宙人の言葉は住みやすい環境を我々が作ったんだけどあなたたちが壊してるんでしょ。お前らエゴかなんか知らんけど、破壊しちゃってるよって。どんどん壊してでいろんなウイルスとかできやすくなってきて、そう新たに死滅したものがまた復活してきたり、それで危ないんだよっていうことですか？危ない。今人類は地球と共存する必要がある。地球温暖化が本当なのか嘘なのかはわからないけど、人類が地球の破壊活動をしているとして南極の氷は年間1500億トン溶けているそうです。永久凍土といって2年以上地面の温度が0度以下に保たれている領域があるんですけど、南極の氷って最も古いもので何年前のものか皆さん知ってますか？3000万年前。その中で人類が採取できているサンプルは120万年前。まさに地球の冷蔵庫で未だ人類未踏の地なんです。というだけあって古代の生物やウイルスが多数保管されている可能性があるんです。殺人バクテリア永久凍土5000年前に。僕もやっぱ都市伝説とか扱ってると、その南極に古代の未知のウイルスとかが出ることによって人類大丈夫かみたいな話は聞いたことあるんですけど、それが温暖化で溶けていってどんどん溶けているじゃないですか。
実際2026年にロシアで溶け出した永久凍土の中にトナカイの死骸から炭疽菌の感染が広がり、住民70人が入院しているんです。もちろん怖いことですけど、もうこのリアル天然タイムカプセルと考えるとすごいロマンではありますよね。超古代の文明とか超古代の世界がどのようなものだったのか、もしかしてこの南極の香りをね、より分析することでわかるかもしれない。ただ別の側面では永久凍土が現在進行形でどんどん溶けてしまっている。もし人食いバクテリアのようなものが海に溶け出してしまったら人類はどのようになってしまうのか。プランクトンや魚介類を媒介して人間に感染してしまったらもう人類滅亡シナリオですよね。海に広がってね、雨水として雲が吸ってそれを落ちて山に浸透して、やばいじゃないですか。で一番直結するのは人間ですよね。もろ食らう。実際にこれは恐怖を煽るわけではないので都市伝説的に語りますけど、今でもねこのことを研究している科学者はいるそうです。もしこれが本当にね人類の手によって温暖化が起きている、その温暖化によって本当に地球環境が破壊されていってこのようなものが海に放出されてしまったら、皆さん僕たちはこの環境で生きていけるのか。資源に頼っていかなきゃいけない人類が本当にすべきことは戦争やねそういったことではなくて、この地球環境との本当の意味での共存なんじゃないでしょうか。あくまでこれは山畑さんが体験した体験談であり彼の解釈ですけど、そこから導き出された人類の課題はかなりリアルなもので、みんなが手を取り合わないと解決できない問題かもしれない。山畑さんとのね対談フルバージョンはオンラインサロンで見ることができます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。